はい、今回は、セナにはプロストが必要だった、セナとプロストのね、動画ですね。前にね、マクラーレンホンダのね、車を説明した時にね、89年のね、鈴鹿での接触の話なんかをしましたけど、そのね、続きリクエストをね、いただいたのもあるんですけど、やっぱりね、今後 F1 の動画作るにはね、先にこれを話しとかないと、こうどうにも進まないなっていうの思いましてね、作りました。私の独自の視点で、この2人の関係と、この2人の最後といいますかね、をお話ししてきますんで、はい、ちょっと聞いてください。セナとプロストを語る2グランプリと最後。はい。丸1が1991年のドイツグランプリ。丸2が1992年のスペイングランプリ。で、丸3が1994年を迎えたセナ。はい。このグランプリだけ今見てもピンとこないと思うんですけど、はい。いきますね。丸1、1991年ドイツグランプリ決勝。試験員でセナとのブレーキング競争。プロストはコースアウトし、なぜかそのまま停止した。そして危険なドライビングとセナを非難。セナがギリギリのブロックをしているが、プロストは直進できた。これ、左上から見てください。プロストがね、セナが前でプロストが後ろでっていう感じでずっと周回が続いてたんですけど、プロストが試験員手前でね、セナに並びかけます。で、左下で、セナは試験員の方向に曲がっていきます。で、プロストは、曲がれなくて、これすごいブレーキングしてますよね。スモーク出して。で、右上。で、セナは曲がっていって、プロストまだブレーキングしてますよね。曲がれないにしても、これ目の前スペースありますよね。だからこっちエスケープロードにね、逃げればいいのに、いつまでもブレーキして、結局、はい、右下、エスケープロードの中って言えばいいんですかね。で、止まっちゃうんですよね。で、そう、さっき言ったように、危険なドライビングだとか言ってね、妙に怒るんですよ。で、はい、次戦のハンガリーグランプリでは会談し、和解。過去のレースも含め話し合い和解した。しかし4位争いでプロストがコースアウトしただけで、なんでこんな大ごとに？順位ではなく信念の問題だった。はい、そうなんですね。その次のグランプリで2人がね、話し合ったんですね。試験員での攻防以外にも過去のこともね、全部含めて話し合って、和解したと。それはいいことなんですけど、なんでこんな大ごとになってんのかなっていうのがね、分かんなかったんですが、最近ね、はい、謎が解けました。1991年ドイツグランプリドライバーズブリーフィングにて、はい、さっきのね、ドイツグランプリの、決勝前のね、ドライバーズブリーフィングですね。これは、YouTube にあるんですけど、セナムービーってね、とこの中に入ってます。で、さっきの試験員なんですけど、最初はね、プロストがすっ飛ばしたコーン、三角のコーンじゃなくてね、タイヤバリアが置いてあったらしいんですね。その話について、セナが、ブリーフィングで発言しているところから始まってます。試験員のタイヤバリアについて、もしあのタイヤにぶつかったら、車が乗り上げ、宙を舞って転がる可能性が高い。メキシコグランプリで私に起きたように。あのタイヤはない方がいいと思う。昨日最初の試験員でブレーキングポイントを見失った時、タイヤでブロックされていて、私はコースに戻ることができなかった。タイヤバリアをコーンに置き換えて、その道にランオフエリアを。で、セナが言ったとこでね、これバレストルがね、言い返すというかね、口を挟んでいくんですね。いいえ、あなたは同じ場所から再スタートする必要がある。申し訳ないが、それがレギュレーション。レギュレーションってね、強く言うんですね。要するにこれセナは、タイヤをやめて、コーンを置いて、そのブレーキングミスした時にね、そこに逃げれるようにすればいいじゃないかって言ってるんですね。だけどこれ、バレストルがね、妙に反発してるわけですよ。同じ場所に戻れ、コース、ね、から外れたら。で、ポイント、丸1。セナは、
全員の安全を考えてコースの安全性について訴えている。丸2、ランオフエリアに避けてコースに戻ることを提案するが、バレストルがレギュレーション違反扱い、をしたってことですね。これ91年のドイツグランプリですよね。約1年前にも同じようなやり取りがあります。1990年日本グランプリドライバーズブリーフィングにて、コースから外れたら戻って再スタートせよとの通達に対して、これピケがですね、ネルソン・ピケさんが、コースに U ターンしたら危険だ、エスケープロードから出ればいいんだと主張する。セナはフィサの言い分に怒って退出する。前年試験員不通過でセナを失格にしたフィサはルールを変えない。これね、90年の日本グランプリなんで、セナとプロストのね、チャンピオン決定戦の、シビアなとこなんですけど、要するに前年、89年セナが失格になった試験員不通過は認めないっていうルールを、この90年の日本グランプリでも、再度ドライバーたちに通達してるんですね。で、このピケが言ってる通りで、コースから外れちゃったらね、その先のエスケープロードから出ていってコースに戻ればいいじゃないかって。なんで反対向きに U ターンさせんだって危ないじゃないかって。この通りですよね。セナとね、さほど仲の良くないピケだって、やっぱり安全を考えてね、こういう発言をするぐらい、誰が見てもそうだってことですよね。だから89年にセナを失格にして90年に、フィサというかね、バレストルというかね、また同じことを言ってで91年もまた同じことを言ったってことですよね。ってことは、すいませんね、ちょっと説明が長かったですけど、さっきのプロストとセナの試験員の攻防は何だったのかっていうと、プロストには止まる以外なかった。89年のチャンピオンはセナの試験員不通過、失格によって獲得した。プロストがコースをショートカットしたら立場がなくなる。ブレーキングでギリギリプロストを封じ込める。セナの静かな復讐だった。そういうことなんですね。自分はセナの試験不通過によってね、チャンピオンになったわけですから、だから見方によってはね、バレストルを味方につけて、そのレギュレーションを盾にしてセナを失格にしたわけですよね。ジャッジをするのはね、フィサですけど、この91年のドイツグランプリは、要するにセナの、これね、大事故にもなってないから地味な事件ですけど、セナの復讐というかね、お返しだったんだと思うんですよね。そんなにね、コースから外れてね、ショートカットするのがレギュレーション違反ならね、じゃあお前がそっちに行ってみろってことでね、これ多分、この2人ですから、微妙なコントロールでプロストをこっちに追いやってるんだと思うんですよね。で、プロストはコースをね、ショートカットするわけにいかないので、止まるしかなかったと。だからこのセナの意図が分かってますから、だから妙に怒ったってことですよね。セナは敵に屈しない。これプロストダウンですね。当時の彼は何よりも敗れることを恐れていた。そしてアンフェアな行為が許せなかった。私もそうだったからその気持ちは痛いほどわかる。セナは真の意味で戦う男だった。これね、この試験員の攻防だけを言ってんじゃなくて、プロストがセナのね、全体像を語って言ってはいるんですけど、アンフェアな行為が許せないっていうのは、要するにさっきみたいなことですよね。自分はレギュレーションによってね、簡単に言えばいじめられたと。でそれを何年も主張されたと。だったら同じやり方でやり返すと。アンフェアにはアンフェアでやり返すと。戦う男だったっていうのは、そういうことですよね。屈しない。そういう強い意志があったってことですよね。で、ちなみにね、1991年は、チャンピオン争いの相手はマンセルだったが、セナの心のライバルはあくまでプロストだった。ただ、この会談以降、2人は危険なバトルはしなくなった。そうなんですよね。91年のドイツグランプリは、マンセルとのね、チャンピオン争いが、すごいシビアな時だったわけですよ。だけど、セナのやっぱりね、心の中にいるライバルは、あくまでプロストなんですよね。だってこんなね、なんていうかな、妙なく心理戦なんてね、セナとマンセルには起きないですよね。セナとマンセルのね、この年のチャンピオン争いは、普
2人ともねいい走りをしてたと思いますけど、ただこういういろんな思惑というかね、強い感情を抱いてはいないですよね。やっぱあくまでセナとプロストだけに発生するもの。そうで、この会談以降はこの2人ってね、危ないバトルしなくなったと思うんですよね。まあこの後ね、プロストはフェラーリクビになっちゃって92年走らないから、ちょっと長くね、93年までブランクが空いちゃうんですけど、93年もね激しいバトルしましたけど、相手をねなんか陥れようっていう動きは2人してないと思うんですよね。そうだからライバル関係は変わんないんだけど、やられたことをやり返すっていう意味ではここで終わってるんだと思うんですね。はい、だからそういう意味ではここってすごい重要なね、グランプリだった、あと重要な和解だったっていう気がするんですよね。で、はい、丸2、1992年スペイングランプリ、93年ドニントンと対比に当たるレース、セナの神がかり的な速さもプロストがいればこそ。伝説のドニントン、1993年ドニントンパーク、スタートで5位に落ちるが次々とオーバーテイクし、オープニングラップでトップへ。セナにしかできない雨のドライビングを見せた。92年のスペイングランプリはこの伝説のドニントンの私真逆だと思ってるんですね。このドニントンはね、セナがね神がかり的なスピードで雨の中はね、トップを奪っていきましたよね。セナのベストレース、ベストドライビングがどれかっつったら多分ほとんどの人がこれを挙げると思うんですね。私もこれだと思ってますね。だけどこれはやっぱりね、あくまでプロストがいるからできた、そこまで力を出せたと思うんですね。1992年スペイングランプリでは開幕から3連勝中のマンセル、決勝は雨が得意のセナ、マンセルの連勝を止めるチャンス。ところがレース中スピン、その後クラッシュしてリタイア。もし相手がプロストだったらトップ争いしたはず。92年はプロスト不在、モチベーションは高くなかった。そう、私ねこの当時から強く思ってるんですよね。セナって雨得意ですよね。この時点でね、マンセルが開幕3連勝中と、雨得意なねセナがここで挽回するチャンスだと思ったんですね。そうだけどスピンしたりで最後クラッシュして終わっちゃったんですね。自分一人でねクラッシュして。93年のねドニントンだって要するにマシンのハンデを乗り越えてオーバーテイクしていったわけですよね。だから92年だって同じはずですよね。現にこの右の写真ね、シューマッハはマンセルの後ろまで迫ってるんですね。1984年モナコ、プロストに迫る2位。1985年初優勝、2勝目も雨が得意のセナ、悪条件でこそ強い。92年スペイングランプリでマンセルを追えないはずがない。古いことね言うと、そうセナがね、ある意味最初にスターになった瞬間のねモナコグランプリも雨だし、85年にね初優勝した時も雨だし、雨が大得意なわけですよね。セナのテクニックをもってすればね、92年のスペイングランプリでねマンセルを追っかけられないはずはないですよね。はい、プロストセナを語る。彼のモチベーションは私を任すことに集約されていた。競い合っている頃から気づいてはいたが、私が辞めた後はその感情がさらに高まり、そんな彼を見るのは私には新しい発見だった。そう、私がさっき言ったようなことはこのね、彼のモチベーションは私を任すこと、だったってことですよね。やっぱりこう具体的にね、こうレース見ても出てると思うんですよね。このね、プロストが最後の方に言ってる、私が辞めた後その感情がさらに高まりって言ってんのは、これ私ずっとなんか分かるようで分かんなかったんですけど、はい、これもね最近分かりました。次のとこでね説明します。丸3、1994年を迎えたセナ。念願のウィリアムズに移籍したセナだったが、表情は冴えなくモチベーションを失ったように見えた。はい、これもこの当時から私が強く思ってたことですね。もちろんね、セナが死んじゃうなんて思ってないですよ。それとは別で、なんていうかな、こう闘争心がなくなってるというかね。左が93年のね2枚写真ですね。
何気ないね、写真でも力がみなぎってますよね。戦う表情というかね。だけど、そう、これ右ね、94年開幕前の写真ですけど、なんというか妙に優しいというかね。だからこれ、私94年始まった時にすごい思ったんですね。セナ大丈夫なのかな、大丈夫かっていうのは、ね、レーシングドライバーアイルトン・セナとして大丈夫なのかってことですよね。今まで通りの速さを出せるんだろうかって、ちょっとね、思いました。はい。だけど、やっぱりね、そのセナの心理、私が思った心理って、当たってたんですね。セナからの電話に驚いたプロスト。94年初頭、セナから電話があった。ブラジルから何度も電話をしてきた。またドライブしてくれと。困惑しつつも、もし復帰するなら、これまでと異なる環境に身を置きたい。はい。そう。もう引退したプロストのとこにセナが電話をしてきて、また乗ってくれと F1 に。君がいないとモチベーションが湧かないって言ってきたらしいんですよね。で、そう、プロストは困惑したんだけど、でも、もし乗るとしても、やっぱ今までと違うね、環境、違うことをやらないと、要するに新しいモチベーションが湧かないと。って考えたんですね。で、そう、マクラーレンプジョーをテストドライブ。あのエンジンではアイルトン相手に戦えない。仕上げるには膨大な時間が必要になる。プロストにそこまでの気力はなかった。その後も電話でのやり取りは続いた。はい、そうなんですね。この年からね、マクラーレンはプジョーエンジンを積むことになったんですけど、要するに新しいエンジンなんでね、全然ダメだと。このエンジンじゃとてもセナ相手に戦えないと。で、これをもう仕上げていくにはすごい時間がかかると。で、ちょっとそこまではできないってプロストは判断したわけですよね。これ無理もないですよね。一回引退しちゃってんのに、また乗る。で、さらにそのね、今現在戦えない道具を戦えるようにしていくって、そこまではいくらなんでもできないってことですよね。はい。でもただ、その後も、セナとのね、電話は続いて話はしていたと。で、はい、いよいよ最後になっちゃいますけど、3枚のグランプリにて、セナからプロストへの有名な呼びかけ。だが2人にはもっと深い最後の時間があった。はい。これね、有名ですよね。セナがね、運転しながら、喋りかけてるんですね。親愛なる友人アラン、元気かいって、君がいなくなって寂しいよ。だからここでもね、プロストがね、ライバルとしていないことを寂しがってるんですけど、もっともっとね、深いね、2人の最後の時間がね、あったんですね。はい。これ3枚のグランプリでですね、プロストが食事中、モーターホームから出てきたセナは人をかき分け、プロストが食事しているテーブルまでやってきた。レース間近のドライバーがそんなことをするなんて。彼は私と話したかったんだ。5分後に会いに行くよと伝えた。これね、レースがもう近づいている時に、プロストがね、食事をしてたら、セナがレース、間近なのに、わざわざそこに近づいてきて、話しかけたらしいんですよね。で、プロストは、セナは自分と話がしたいんだなって察して、5分後に会いに行くよってね、言ったらしいんですね。はい、セナとプロストは話したかった。昼食を中断し、ウィリアムズのガレージに入ると、彼は一人きりでストレッチをしていた。前回までのレースの話をしたが、邪魔をしたくはなかった。でも彼は私にそこにいてほしかった。セナがさっきね、話しかけてきたんで、慌てて昼食を中断して、セナのところに行ってあげたらしいんですね。で、ガレージに行ったら、ちょうど誰もいなくてセナとね、二人きりになったらしいんですね。で、セナはストレッチをしていたと。で、ちょっと話をしたんだけど、レース直前のね、ドライバーの邪魔をしたくないなと思いながらも、セナがね、いてほしそうにしていたってことみたいなんですね。セナとプロスト最後の握手。最近何をしてるのとも質問された。そういった言葉そのものは特に重要ではなく、彼は私と時間を共有したかったんだ。引退した自分が
ガレージをうろうろしていては悪いと思い握手しグッドラックと告げた。はい、そうプロストが邪魔しちゃ悪いなと思ってんだけど、セナがねまた話をしてきて、最近何をしてるの言ってきたみたいなんですけど、そうだ、その会話そのものは意味がなくて、プロストと痛かったってことみたいなんですね。でもそうプロストはもうレースもね近づいてるし、引退した自分がね、その引退したチームのねピットの中でうろうろしてるのは、それは申し訳ないと思って、だからセナのね気持ちは分かったんだけど、自分がそんなねでかい顔してうろうろしてるわけにいかないと思って、握手をしてねグッドラックと言って離れたらしいんですね。だからこれが最後の時間になったらしいんですね。セナにとってねプロストは倒すべきライバルだったんですけど、プロストがいないともうモチベーションが湧かないわけですよね。プロストを倒すことがやっぱり全てだったんですよね。この最後のね行動とか言動を見てもねよくわかりますよね。だからやっぱりねこの2人は単純に好きとか嫌いとかいいとか悪いとかそんなね簡単な言葉でね判断できる関係じゃないんですよね。もっともっと我々にはわからない深い深いものがあるんだと思うんですよね。プロストはこの最後の方はねセナとどんどん仲良くなれたので、セナが生きていればね一緒に何かできたんじゃないかな、一緒に何かできただろうってね、そういうふうに残念がってましたね。これねちょっと私独自の視点をかなり入れてますけど、セナとプロストの関係性をまとめてみました。いかがでしたでしょうか。いつもねコメントとか、いいねをいただいてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。